皆さんこんにちは、井出がいばくです。今日は私の毎日メイクを紹介します。それでは早速やっていきます。まずスキンケアからやっていくんですけど、ちょっとこのねスチームを焚きながらやります。私はここの中顔面が脂性肌で周りが乾燥肌っていうちょっと厄介な混合肌なので、スキンケアはこだわらないとすぐ赤みが出たりするんですけど、まず最初にこのクリニークの拭き取り化粧水を使っていきます。これはもう匂いからわかるんですけど、結構アルコールが強くて、私毛穴が結構呼吸しづらいタイプで、毛穴にこう皮脂が詰まったり、例えば前日のメイク汚れが溜まりやすかったりするので、肌の菌を殺すみたいなイメージでこの拭き取り化粧水を使うんですけど、だからちょっとニキビがある時とかはちょっと痛いかなっていう感じはするんですけど、でもこれを捨てメイクをするとしないじゃ肌荒れするかしないか変わってくるので、結構大事にしてます。次にパックをするんですけど、アクアセラミドトナーパックっていう部分用のパックなんですけど、パックも結構種類気をつけていて、しっとりしすぎるものは結構 NG。 これはねさっぱりタイプなんですけど、脂性肌なんでこの辺はよれちゃうんですよ。この部分用なんで、メイクってこの目の下の三角ゾーンが肌は綺麗に見えるっていう目の錯覚があるんで、基本目の下に置いていきます。顎はちょっと折ってこうやってつけようかな。はい、こんな感じです。スチームを浴びてとりあえずもう中をね潤していくって感じです。で、私すごい今回楽しみにしてたのがメイクの検定を取ったんですよね。ずっとメイク好きだったんですけど、小学4年生ぐらいから2年間学校に通わせていただいて、ハリウッド検定の1級を取得して、それはメイクの例えばこういう化粧水に含まれる成分だったりとか、メイクのテクニックの方を学んだりして、なんかパリコレのレベルの1級っていうのがあって、それをどうしても欲しくて、2年かかっちゃったんですけど、それからねちょっとこうやって皆さんの場にメイクをお披露目できるのが結構私嬉しくて、私と同じような肌質の人とかの悩みに答えられたら嬉しいなって思います。じゃあちょっとバック取ります。次に化粧水、こちらです。ハトムギみんな大好きハトムギ。もうこれはずっとベストセラーを取ってるんですけど、私も中学生ぐらいからお世話になってる。もう私は手にのせてジャバジャバ使う。で、私これお風呂上がりとかはもう全身にサーって塗れる。これポンプ式とかも売ってるんで、ポンプ式で。そしたら次に美容液、こちらも最初と一緒のクリニークさんなんですけど、イーブンベターラディカルプライトセラムという美容液です。ビタミン C とくすみを飛ばして透明感をアップさせてくれる美容液なんですけど、それがどっちもこの一つで叶っちゃうよっていう結構重めの美容液なんで、私はこの真ん中ら辺に塗ります。次にこちら使っていきます。これボビー・ブラウンさんですね。エビエンリッチドクリーム&フェイスベースっていう保湿クリームですね。これはもうメイク前の下地みたいな感じで私は使ってるんですけど、ちょっとこうやって爪で取れるくらい取って、これはもう顔全体に結構毛穴を植えてくれたり、なんか肌のノイズを消してくれるみたいな感覚ですね。はい、そしたらスキンケアはここまでになります。ちょっとスチーマーを消します。ここからメイクアップに移ります。下地はまずこちら、クレドポーボーテさんのボワールコレクチュール N。これはもう毛穴を埋めてくれる、大活躍してくれるんですが、毛穴って人間誰しもあるじゃないですか。その毛穴がまるでなかったかのような、この下地は私はこの真ん中ら辺、この真ん中ら辺だけに塗ります。はい、そしたら次にファンデーション、こ
こちらです。じゃん。資生堂のエッセンススキングローファンデーション。私は130番。これはちょっとこの魅力について語らせてほしいんですけど、人のこう肌が荒れやすい原因とかって主に下地とファンデーションなんですよね。ファンデーションに美容液成分が入ったものはたくさん見てきたんですけど、美容液にファンデーションを入れるというのに初めて成功したのがこのファンデーション。もうね、塗ったらわかる。こうやって見るとファンデーションっぽいんだけど、本当に美容液みたいで、なんだろう、ファンデーションってこうスポンジで伸ばしたりってイメージあると思うんですけど、私はもう最初に手で美容液みたいに伸ばす。今日はメイクでツヤって作れるんですけど、本物のツヤって例えばスキンケアし終わった後に潤ってる肌とかじゃないですか。それを演出してくれるファンデーションって感じですね。これ水で膨らむタイプのスポンジなんですけど、これでこうやって押さえていくんですけど、ミスト系の化粧水、これはね、ちなみにキュレルさん、何でもいいです。ミスト系の化粧水をここにこうやって吹きかけて、絞って出ないぐらい表面にこれをね押さえていきます。ファンデーション、こうすると肌表面が化粧水で潤いながらファンデーションをこうやって押さえていくので、結局化粧薬って乾燥なのでね、やっぱり保湿を挟みながらベースは作ってあげるっていうのが大事だと思う。グッと。はい、次にこちらクレド・フォーボーテさんのコンシーラー使っていきます。コレクチュール・ビサージュ部分用ファンデーションなんですけど、ファンデーションにしては全然十分なカバー力なんで、これをコンシーラーとして、これスティックタイプになりますね。これはまず目の下、ここですね、こことこの鼻の赤み、メイクアップフォーエバーのブラシですね。でこれはもう絶対私は密度が濃い、そしてここは短い、これをこう滑らしながら、でなるべくこう涙袋の上にあまりファンデーションはかぶらないようにします。メイクアップにあえて活かすっていうのが、ここまでファンデーション埋めちゃうと目がちっちゃくなっちゃうんですよね。人間味がなくなっちゃうっていうか、もうちょっと気になるとこあるんで、これファンデーションって言ってるんですけど、私はもうコンシーラーだと思ってるんですけど、乾燥しません。それが一番いい。こんな感じかな。どうですか？次にパウダーをしていきます。全体的にのせるパウダーはナーズさんなんですけど、ライトリフレクティングセッティングパウダープレクト N、 これはもうナチュラルにつくパウダー、のせた感がないです。それがすごく気に入ってて、私はもうこれブラシでふんわりとしたブラシ6プラス、これをこうくるーって取ってトントンって落としたら、こうくるーっとこんな感じだから、さっきのツヤが全く消えないけど表面はこうベールで覆われたみたいな。そしたらこれ皆さんに絶対に使っていただきたいテクニックなんですが、ローラ・メルシエさんのパウダーです。シークレットブライトニングパウダーです。なぜねこんなにまずちっちゃいか気になりますよね。これは部分用として使うパウダーなんですが、とんでもなく粒子が細かい。もうね、小麦粉ぐらい、なんか伝わりますこの見えるか見えないかぐらいのこの粒子、これすっごい細かいんですが、何でもいいです。こういうちっちゃいブラシ、こういうのに取ってもらって、これをね眉毛に仕込むの。へーって思いましたこれなんで眉毛に仕込むかっていうと、眉毛に油分があると眉毛がねのっぺりしちゃうんですよ。糊を貼り付けたみたいな眉毛になっちゃう。やっぱり垢抜け感とかほんわかして優しい感じとか、それこそ強い感じもそうだけど、顔の印象って8割が眉毛で決まるんですよ。だから眉毛のメイクアップをする上で、こうやって毛と毛の間にちゃんとパウダーを仕込んで油分をはたく。
でこの粒子が細かいことによって毛と毛の間にパウダーがこう絡まらないので、こう眉毛が白くなったりとかメイクアップする時にもこういうパウダーが邪魔しないでくれるので、すっごい細かい部分用のものを使う。でこういう鼻のここの際とか崩れやすいじゃないですか。そこにこうやって仕込んであげるのもいいと思います。これ結構おすすめ。そしたらここのシェーディングじゃん、シーグラムのサンスカルプリキッドシェーディングソフトタンというカラーですね。こういうポンプ式になってて、こうやってリキッドでポン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 つけれるものになるんですが、頬骨のちょっと下に2つで、そこの下に3つ、そこの下に2つ。入れすぎじゃないと思うじゃないですか。大丈夫です。これ見ててください。ちゃんとぼかしてあげればこれ全然濃くないわって思うので。わかります？ここに影が入ったの。私は普段、今耳にかけてるんですけど、ここの髪を下ろしたりするんで、こう下ろした時にもっとここに影が強調されやすくなってシュッとした顔に見える。可愛いらしい顔を作りたい人にはあんまりおすすめはしないテクニックかな。私はかっこいい系の顔が好きなので、骨格を生かしてここにも彫りを作るっていう。次こっちやりますね。こっちも影が入ったと思います。グッとこのリキッドした上からのせるパウダーはこちらじゃーん、デイジーク V カットシェーディングの02番です。これもシェーディングのパウダーですね。私はできればここの色以外のこの2つ、こことここの色を混ぜて取って、これそしたらトントンってちょっと落として、さっきの上にちょっと乗せるっていうか重ねるぐらい。はい、こんな感じです。そのまま私はノーズシャドウに行きます。これ使います。これちっちゃい鼻にこんぐらいフィットするようなブラシだったら何でも大丈夫です。さっき使ったここのカラーですね。2番目に明るい色かな。このカラーを取って、私はここにちょっとシェーディングをね入れていきます。眉毛にこうやってつながるように、こんな感じです。こっちが入ってるんですけど、ただ私前髪があった時期もあるんですけど、前髪があった時は入れません。目があまりにも暗く見えすぎちゃうので、こっち側も入れます。少しだけさっきよりもうちょっとだけ細かいブラシ使って、こことここに人って影ができると思うんです。そこに影をのせていく。鼻先がチュンと出たような鼻に見える。で、私は顔のバランス的に鼻がもうちょっと下にあると好みの顔になるんで、ここ鼻のこの下ね、ここに影を入れる。こんな感じです。本当にこれはミリ単位の話ですね。はい、そしたら次はブロウ、眉毛に行きます。私の眉毛見てわかる通り高さ違うんですよ。これってもう筋肉とか骨のレベルで改善しないと治んないらしくって、なのでもう諦めてるんですけど、メイクアップでこうちょっと差を埋めることはできても、やっぱりこう日常って表情動くんで、どうしてもこう差が、ね、できちゃうんですけど、もうそれは井手上漠の顔というか個性だと思ってて、もうこの眉毛を生かしてこのままメイクアップしていくんですが、まずはパウダー。こちらのエレガンスのアイブロウデュオパレット、私は GR40 番使ってます。眉毛は髪色の2トーン1トーン明るい色を使うと、全体的なこのバランスが整う。で、私の今のねカラーは結構明るいんですよ。なので黄身がちょっと強めのカラーで言うとね、こういうカラーなんですが、こっち側のカラー、眉尻になるにつれて濃くなっていくのが黄金比って言われてるんで、濃くなる方がこっちっていうの。これをパウダーのパレットが私ちょうどいいんで、薄い方の色取って眉毛のこの真ん中の下の部分ですね、こう先に私はなぞっちゃう。
眉毛をちょっとね濃くというか凛々しく強めに作ることによって私の好みの顔に仕上がるんで、この眉頭こっちの方は薄いカラーで、こっちは濃いカラーでっていう感じで。まあ大体こうやってできたら OK。 そしたら次に使うのがペンシルです。こちらです。オンデマンドのアイブロウペンシル、これはトープっていうカラー私は使ってるんですけど、これねすごいの。こっちがリキッドこうニュルニュル筆ペンみたいな感じで描けるタイプで、こっちはちょうどいいの、中くらいの細さ。細っと思うかもだけど、これすごいんだけど、例えば私がねここに、わかりますこれ毛一本一本描けるの。こう眉毛本物っぽくない？細かく描けるんで、これを私は眉尻に使っていくんですけど、もともと眉毛私こんぐらいなんだけど、それをちょっと出すって感じ。眉毛がちょっと外側に開いてると顔が勝手にシュッと逆三角形に見えるんですよ。なのでここがシャープに見える。だから眉毛を少し長めにしてあげるっていうのが私の好きな顔なんですが、この眉毛は私は好きなんだけど、少し抜け感が欲しい人におすすめなのはこちらのじゃん、これはキャンメイクのコンシーラーブローマスカラ01番。コンシーラーの色が、毛にコンシーラー塗るのって思うじゃないですか。大丈夫です、そういうテクニックあるんです。ちょっと重たいのでこれを一回ねこうやってティッシュオフします。なくなりかけるぐらいの色がカスカスについたぐらいがちょうどいいです。これを眉頭ここに毛の存在をなくすんです。わかるかな？今さこっちやったじゃないですか。ここちょっと濃いじゃないですか。ここに抜け感出てるの分かりますか？こうすると目に光が入るんです。抜け感が欲しい人はこれ結構おすすめ。こんな感じで少しここに抜け感を作ります。次に目やっていきます。まずはもうアイシャドウからやるんですけど、こちらセルボーグさんのビテックアイパレット EX10 番です。カラーはねこんな感じ。秋じゃないと思うじゃないですか。大丈夫です。全体的に塗るのはこの色、サーモンピンクみたいなカラーですね。塗るとちょっとオレンジにパールが変更するんですけど、これをまず全体にこうやってちょっと目がくすんだの分かります？まぶたがくすみって悪いイメージ多いと思うんですけど、うまく使うと目が大きく見えたり彫りが作れたりするんで、私はくすみカラー大好き。そしたらこれを涙袋に入れていきます。少しこの目の印象が下に行くと思うんですよね、こっちより。中顔面がちょっとこうクイッと短く見えるのでベビーフェイスに近寄る。それこそ今からやるマスカラとかで結構強めにかっこいいメイクをしていくので、他で可愛らしさを出してミックスさせたメイクにするのが好きです。こんな感じです。ちょっとほんのりくすんでるんですよ、目周りが。それがすごくナチュラルで、この色はすごい使いやすいです。アイラインを次引いていくんですけど、こちらです。セザンヌさんの極細アイライナー。私はブラック使います。普通に塗るのではなく、目の裏のこの毛と毛の間、粘膜を埋めていきます。下からこうやって覗くようなイメージで。ちょっとこれ集中ゾーンなんで黙りますね。今こっちだけ目の印象が少し濃くなる。これをこっち側もやっていきます。こんな感じです。次はこちら使います。じゃん、キャンメイクのクリーミータッチライナーの02番。これはね大好きな人多いと思う。こんなに安くてこんなに描きやすいアイラインあるんだっていう。これをね私は目尻にちょんって伸ばす時に使ってます。これでちょっと引いたら
こういうちっちゃい平たいブラシあるんですけど、これで伸ばしていく。はいね、目の印象違うね。で、私は少し、ほんと少しね、1ミリもないぐらい垂れさせます。ちょっとこう下にクイッとなってるの分かりますか？アイラインが。これは眉毛がもう超凛々しいし、次やるマスカラもがっつりやるんで、その分ちょっとこう可愛らしさをここに出すっていう。そしたらこっち側もこんな感じです。今マスカラしてないからすごい可愛らしい目元に見えると思います。次はこちらだ。じゃん。キャンメイクのクリーミータッチレイナー、さっきと同じです。カラーが違います。09番。この色はピンクブラウンなんです。なんでピンクを入れたかっていうと、今から粘膜を広げますどういうことって感じだと思うんですけど、ここに粘膜ありますよね。見えますよね、みんなピンクの。こういう粘膜色で描いちゃう。メイクってお絵描きなんで、ちょっと私近寄りますね。ここです。微妙な差なんですけど、少しここがクイッと中に入ってるの分かります？こっちよりも。これが私のメイクではすごく大事。こっちもちょっとやりますね。いい感じです。目頭がこう少しクイッと中に入る感じがするので、目が締まる印象になります。次にマスカラやっていきます。まずね、ビューラーで。ビューラーはこのオルビスさん。私髪もそうだけど猫っ毛なんで結構言うこと聞きやすいまつげなんですね。優秀な方ではあると思う。自分で言うのもあれだけど。こんな感じです。まず下地から塗ります。下地はこちらです。エレガンスのカールラッシュフィクサー。この下地のいいとこは白くならない。透明なのに長さが出るし、ちゃんとカールもキープしてくれるので、これをもう根元から多分これで全体的に。でも下地だけでも結構もうこんぐらいインパクトは出ます。そしたら次にマスカラ使っていきます。じゃん。クリニークさんのラッシュパワーマスカラロングウェアリングフォーミュラブラックオニキス。私はブラックを使います。やっていきます。私お母さんの顔好きで私の母がマスカラだけなんですよ。目のメイクが。その分マスカラめちゃくちゃしっかり作り込むんですけど、なんかね好きなんですよね。多分その顔に寄せたいんだと思うんですよね、無意識に。こんな感じです。チークやっていきます。2つ使うんですが、最初に使うのはこれです。ナーズさんです。アフターグローリキッドブラッシュ。こういうね、口紅かなっていう感じなんですが、仕込みとして入れます。チークってめちゃくちゃ取れやすいと思うんですけど、粉って舞うじゃないですか。それは取れるよねっていう。だからリキッドの上に粉でキャッチしてあげて取れないようにしてあげる。これはもう指で私はポンポンポンとやります。はい、こんな感じです。そしたらちょっとあざといことするんですけど、ここの鼻の先にチーク入れます。スキー行ったことありますか？寒くてここが赤くなるじゃないですか。あれかわいい。なんか守ってあげたくなるじゃないですか。困っちゃった顔これにチーク入れると作れます。そしたらこんな感じでちょっとほんのり今入りました。パウダーチークやっていきます。使うのはこちらです。クリニークさんのチークポップバレリーナポップというカラーです。白みが強いんですよ。すごくふわっと優しいイメージを作れるんで、あとくすみを飛ばしてくれるとかね、透明感を出してくれるとか、いろんな効果があるんですけど、このさっきのせたチークの部分にふわーっと周りを囲うように
ハイライトをやっていくんですけど、私はアイシャドウについたラメを使っていきます。じゃーん、こちらです。ルナソルのアイカラーレーション15番使っていくんですけど、ここについたちょっと水色のパール、とても好きです。ブルーってどういう効果があるかっていうと、透明感が出ます。ちょっとこう結婚式でベールをまとった花嫁さんみたいな感じで、ちょっとこう透けたような印象を作れるので、こういうねちっちゃめのブラシで入れます。これしっかり粒大きいんで叩いてもらって、これをまず鼻先にトンと、わかるかな。鼻先がチルンとしたのが、目と目とこの間のちょっと下、ここに入れます。こうすると鼻筋が光ります。この部分にハイライト入れると、この鼻がね高く見えるんですよ。ここが前に出てるように見えるんで、入れすぎると目が負けちゃうんで、ラメを使うときはね気をつけて入れた方がいいと思う。こんな感じです。ここに少しだけね、あと顎、これちょっと濡れ感のある顔ができます。最後にリップいきます。唇も結構こだわってて、まず色をのせるかと思いきや、先ほど使ったこのデイジークのシェーディング使います。何をするのと思うと思うんですが、唇の形を変えていきます。ここの色とここの色、この色さっき使わなかったですよね。この2つを混ぜて、唇のここの山のところにこうやって描くんです。今ここにちょっと描いたの分かりますか？こっちも山を描く。多分ねこれだけだと違和感あると思うんだけど、少しここの唇がツンとするんで、こことここが短く見えて、よりベイビーな顔になる。ちょっと私のこれコンプレックスもあるんですけど、口角が私は真顔の時にちょっとこう下がって見えやすい顔なんで、上げてあげたい。少し唇の形を変えます。ここがねクイッと影が入るだけで、顔にね服が来そうな、入れてあげる。そしたらリップ塗っていきます。じゃーん、こちらマックです。524番、こんな感じ。紫っていう感じなんですが、これ塗るとすごい個性的な顔になる。ちょっと見ててください。めっちゃ似合ってる。やっぱりこの服にも似合ってる。なんかカラーがマッチしてて。そしたらさっき描いたこの山あると思うんですけど、それをこのとんがった部分こう当てるようにして描いていきます。今こんな感じなんですよ。そしたら綿棒を使ってこれをきれいにぼかしていきます。とっても綺麗な色。この個性顔になるこのリップのアイテム大好きです。最後にね、こちらじゃーん、ディオールのアディクトリップマキシマイザーのアイシーブルーというカラーです。さっきハイライトにブルーを入れたんで、最後に上に重ねるグロスもブルー。唇に透明感が出るのでめちゃくちゃ押してるんですが、薄く薄くでいいです。完璧です。とても絶妙な、もうこれが私のいつもの毎日メイクです。これでいつも髪を下ろして、こうニュアンス的な髪の毛でいます。どうですか？中性的な顔の作り方、結構特徴をつかまないと難しかったりするんで、眉毛とかまつげとか毛ってすごい細かいから見捨てがちだけど、毛一本一本で印象変わるんで、ぜひ真似してほしいなと思います。